こんばんは。ちょっと待ってください。あれ、マイク入れたよね。大慌てで始めました。なんか遅くなっちゃいましたね、今日もか。今日も遅くなってしまいました。ちょっとお待ちください。これどうなってるの？やっとね、テイストオブマリアナのうねさん、こんばんは。一番ありがとうございます。いつも一番うねさん初一番かな。ありがとうございます。よいしょ、ちょっと待ってね。なんか何もできないまま配信。こんばんは。こんにちは。こんにちはなのね。もう本当に何もできないまま始めてます。バタバタと謎のファイル。マイク入ってるよね。ええええよいしょ。マイク入ってますよね。マイク入ってるよね。聞こえますか？聞こえますかね。あれ、携帯どこやった？携帯が見つからない。どこ置いてきたっけな。あれで確認しない。梅さん聞こえますか？ちょっと待って、もうどうなってる？音聞こえた。聞こえた？大丈夫ね。よし。ちょっと待ってね。なんでこんな大慌てをしてるんでしょう、私は。リラックス。落ち着いて、落ち着いて。落ち着かないとこれ画面消しちゃうことになるからね。テイストオブマリアナの謎、ありがとうございます、ねさん。聞こえてくれてるね。よかった。謎のファイルやっと入れることができました。なんか半分ぐらい作り直しで入れたら、なんか半分ぐらい消えちゃったっていうのもあるんですよね。もう作ったから削除ってして半分ぐらいちょっと消えちゃったなってお店のやつがちょっと消えたなっていうので、物足りない感はあるかもしれないけど我慢してください。ね、ちょっとゆるっと配信していきたいと思います。ちょっとだけ待ってね。ごめんなさい。ちょっと大慌てだわ。ダメだこれ。ちょっとお水飲んで。なんか今日慌ててます。なるさんナバルさんもこんばんは。すいません。なるさんこんばん、3番こんばんは。3番、うねさんが1番で。ありがとうございます。よいしょ。これ消えないよね。大丈夫だよね。もし消えたらもう一回つなぎます。ちょっとこれだけ押したいんだけどな。大丈夫だよね。消えないでよ。
大丈夫かな。押した。あ、消えない。大丈夫だ。あ、深夜さんこんばんは。いつもありがとうございます。いやまた大慌てで配信してます。今日はどうしようかなって本当に思いました。何にもまだシャワーも浴びてない、ご飯も食べてない状態で始めますね。一人でねこうファイル、昨日から謎のファイルをこう入れようとして何回もまたやってみたけど全然入らないから作り直したんですけどちょっと残念な結果になるかもしれないんですけど我慢してください自分でもちょっといろいろ削除動画をしちゃった後にこの謎のファイル状態になっちゃったんでちょっと悲しくなってますけど、そうね、お祭りはやっぱ大変ですよね。お祭りごとをやるのにどこまでやっぱ撮っていいのか、どこまで出してもいいのかっていうのを YouTube の規約とかよく読んで、見たんですけど、大体こういう状態のは OK とか書いてあるんですけど、一応作ってみました。今日も暑いです。雨が本当に本気で降らない。風だけ今日強くなってきて、ちょっとね、あそこのリーフのとこに白波が立つようになってたし、風が今日ちょっと強いのが嫌だなって。でめちゃくちゃ本当に暑いんで、今日のリーフのとこの映像はちょっとないんですけどね、ついにあれ入れたっけな、私ここに入れてないかな、写真。入れてないんだ。まだ入れても大丈夫かな。どうやってもうね、いいや、写真撮ったんだけど、固定してた携帯をついにバラバラになりました。2本ともダメになっちゃって、もう車でまたお外にお散歩行くときはまた室内画像になるかもしれない。ちょっと画像じゃね、何が写ってんだかよくわかんないから、台をせっかく用意したのに、バラバラになっちゃった。なんか暑さなのかな、暑さでダメになっちゃったのかな。首だけコロンって落っこっちゃって携帯がもう落ち着かない状態になっちゃいましたね。固定のこうやってポンって置くやつじゃないと耐えきれない暑さなのかもしれないです。本気で暑いんだもん。こんなね暑いのやばい。うねさんがこの間教えてくれた本当電気料金のエアコンね、やっぱ26度とかで設定で中風にしてクーラーのが安い。もう本当にそのままでした。その方が1ドルぐらいやっぱ安いことが本当に発覚しました。知らなかった。今まで送風じゃなくて除湿、いくら暑くても除湿で耐えてたのに、除湿よりクーラーにしてあれの方が安いなんて思わなかった。
1ドル違ったらね、月にしたら大きいから、ちょっとびっくりでしたね、あれはね。姉さんありがとうございます。姉さんと誰だっけ、あの時出てくれたの。本当ありがとうございます。これでね、涼しく少しは過ごせるかななんて思ってるんですけど、タイパもね、毎日毎日お金がないってやってますね。まあ私自身もお金ないですけど、政府がこんだけお金ないお金ないって言ってんの、お金ないお金ないって言ってても、どこの政府の建物、例えばガバメント、本当に本拠地とかどこの事務所行っても政府の事務所はめちゃくちゃ寒いとかの問題じゃないの、凍っちゃう。普通に私なんかが入ったら多分15、6度設定なんだと思うんですよ。ああいうとこでなんでセーブしていかないのかなって思うんですけど、全く日本でも深夜さん、昨夜のインタビュー映像笑っちゃいました。初対面の方にいきなりすごい格好ですねって言ったり、すいません、グアムで放置プレイですかとツッコミどころいっぱいのインタビューで癒されました。すいません、もうちょっとお行儀よくしなきゃダメですよね。すいません、もうちょっとお行儀よくします、今度から。ちょっと恥ずかしいですよね。だから自分の動画、自分のライブ配信見たくないんですよね。ボキャブラリーの少なさあと人とどうやって喋っていいのかわからない本当にわからない状態なんで、ね、やっぱね、長年喋ってなかったりすると、どっから言葉を出していいのか分かんなくなっちゃう。なんて言うんだろうなんかあの動画の時にも、他にもちょっとカットして喋ってるところはあるんですけど、ほんとちょっとね、恥ずかしいなって思うこと満載でした。もうちょっとお行儀よくしますね、今度は。すいませんでもね、あの格好すごいですよね。やっぱ日本の方も韓国の方も中国の人もみんな日焼けしたくない。お姉さん1ドルくれまた言ってる。お姉さんありがとうございます。本当に電気料金はそんなこと本当に考えたことなかった。ワイドショーとかの安くする方法みたいの、それ昔のことなのかな。だから昔のことを覚えてて、ずいぶん昔ですよね。本当の昔に覚えてて、除湿にして26度が一番エアコンが安いなんていうのはずっと覚えてたんですよ。だからそれをやってたんですけど、全然こっちの涼しくてこれの方が安いっていうのは。深夜さん、ボンゴ見たかったけど顔出し NG は残念でした。顔出しダメだって言われちゃいましたね。もうスマイルちゃんになっちゃったんですけど、深夜さんもご存知なんですね。私はね、こんな海岸でこの間ずいぶん前に歩いてる時に1回会って、今日2、3回目だと思うんです。今回2回目か3回目だと思うんですよ。で、普通にお話しするのには座って話してとかって言ってたんですけど、 YouTube って言ったらダメって言ってましたね。
やっぱ恥ずかしいんじゃないのかな。で YouTube 担当はなんだっけなんだっけもう忘れてます。うねさんの時計の人ね。うねさんの時計の人も私は2回目なんで、この間会ったのと今回うねさんボンゴ微妙に映ってましたよ。本当？そうだった？あれ全カットしたつもりだったんだけど、本当？見なかったことにしてください。恥ずかしいんだと思います。うねさんの時計の人だけ、あの人が宣伝マンなんだと思いますよ。宣伝っていう日本語も知ってましたからね。ちょっとびっくり。サングラスの下はどういう顔をしてるのかわからないですけどね、意外とね、そうなるさん、そうですね、イケメンっぽく見えますよね。背も高いし、シュッとした感じに見えますよね。サングラス外すとちょっと残念な人って結構いるから、そこはわからないです。ここはちょっとねわかんないですけどね。あ、サムさん、サムはフリー素材。うねさん、サムさんって深夜さん、ボンゴの作るカレーと竹細工のパイプは最高でした。竹細工のパイプ、結構じゃあ仲良かったのかな。結構じゃあもう長くサイパンにいるっていうことですよね。まあいるんでしょうね、ちょっとわかんないけど。私はね、もしかしたら昔会ってるのかもしれないですけど、お話ちゃんとしたのはだから2回目。前回ハワダイの前のビーチのとこ歩いてて会ったんですけど、皆さんボンゴカレーボンゴカレー有名なのかな。ボンゴカレー有名なのかしら。ボンゴさん、私はあまりね、だからもともとビーチとかに海岸沿いに行かなかったからお会いしなかったんだと思うんですけど、でもみんなビーチボーイのこと結構知ってる人多いけど、私は本当あの辺に仕事してる時は全然行かなかったし、もちろんこの8年ぐらいは全く行かなかったし、だから出会うことがなかった感じですよね。もう30年くらいいると思う。ああ、そうなんだ。じゃあバングラディッシュの人たちが走りで来始めた頃からいるってことかな、多分。昔ね、警備会社の人とかいろいろバーッと入ってきたんですよね。そのくらい30年ぐらい前の話だったと思うんですよ、バングラの人たちが入ってきたのって。で確かイミグレーションの前で昔のビザの時昔のビザの時にイミグレーションの前で火かぶってガソリンかぶって火つけたの訴えるために。これがねバングラディッシュとかの人だったと思うんですよ。昔のあっちの
向こうの方のイミグレーションの時ね、それがすごい記憶にありますね。そんなことやってビザのことを訴えるんだなと思って、自爆ですよね、自爆。自分でガソリンかぶって燃えて、あの時期あれを見た時はちょっとすげえって思いましたよね。このくらいの走りからだからいらっしゃるのかな、多分ね。30年長いですよね。お子さんとかも3人ぐらいいるっていう話をこの間してたんで、あ、そうなんだと思って聞いてたんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。すいません。ちょっと待ってね、この映像を出そうかな。バングラディッシュ人って手足は細いのにお腹だけが異常に出てるイメージ。そうなの？お腹なんか全然気にならなかったけどな。そうなんだ。なんか言われるとそういう体型の人もいる。でも今回この間映った人がそんな感じだった。さくらの人って言ってたよね。名前は全く忘れちゃったけど、名前忘れたな、あの人。いつも出てくるイケメンくんじゃない人ね。サムくんがだからイケメンの方だよね。そうそう。もう一人の人はちょっとわかんない、そういう感じだった。お腹が出てる感じでしたね。なんか言ってる意味がわかるな、深夜さんの言ってる体型の意味が。もう合ってる人は細い、普通に細い人が多いかな。お腹ぷっくりってね、手と足がね細くてって言いますよね、そういう人たちね。とにかく暑いな。ちょっと猫も暑いのかしら。猫は寒がりだからクーラーは嫌なのかな。クーラーの下には来ないですね、猫はあんまり。この子は。ちょっと待ってね、これね、一つやり始めると言葉が止まっちゃいますね。映像を入れたと思ったのがここにパソコンの中には入ってるんだけど OBS に入れてなかったので、ちょっと OBS に今入れますね。切れたらもう一回つなぎます切れないことを祈ります。困っちゃうのこれ。これでいいのかな。押しちゃおうかな。よいしょ。いったで、こう書いていきました。
いさせちゃうと悪いからね、この出ていってここを出て、あれちょっと待ってね、ちょっとだけ待ってね、ちょっとだけ待ってくださいね。少々お待ちをする。これでこれ違うね間違えたね今ね、違うね、これか。はい、フェイスト・オブ・マリアナ入り口です。ちょっとね、いろんななるさん、今度サングラス取ってきて、サムさん、サングラスね、サングラスの下を見たいわけですね。寝る時の除湿は枕元に凍ったペットボトルを置けば効果ありますよ。そうなの深夜さん。でもそんな凍ったペットボトルを作る場所がないよ。これトークン買えるとこですね。トークンを、お金を買えるスペース。凍ったボトルを作る場所がない。そんな深夜さんはどうだったんだろう。深夜さんはじゃあこっちにいる時外食マンだったのかな。外食してる時はいいけど、外食じゃなくて自炊とかし始めると冷凍庫なんか満杯。結構魚でも何でもこう買うとまとめ買いになっちゃうから、日本みたいにちょこちょこって買えるわけじゃないじゃないですか。だから冷凍庫がいっぱいになっちゃう。昔その昔冷凍庫に入れたらもう二度と出てくるものなかったのに、今はもう冷凍庫がめちゃくちゃ大切かといって冷凍庫の別売りの冷凍庫を買っておくほどではないし、そんな電気料金使いたくないですね。もうね、これねお店とかを一つずつ撮ったんだけど、その画像がね捨てちゃった、多分。もうお店じゃない、もうファイルを作り上げたと思ったから、こうね、商品を一つずつのお店のを撮ったのがあったんですけど、それがみんななくなっちゃって、まあ雰囲気だけ。これは夕方の映像ですね。今ね、夕方、まだまだ人が少ない感じなんですけど、もうローカルしかいない。どこ見渡してももうローカル。もう狭いんですよ、とにかくスペースが。アメリカンメモリアルパークのあそこの一部だけだから、フィッシングベースより全然狭いのかな。ちっちゃい画像で見てるからちょっとよくわかんないんですけど、ここが金髪さんかな。そうそう、ここ金髪さんがありましたね。日本食、ここともう一軒出てるって言ってたんですけど、昼は深夜さん、昼は図書館で過ごし、夜はマックで過ごせば電気代節約になります。そんな無理。家を開けてるなんて無理ですよ。もうそんなことできない。こんなね、
不安情勢の中、しかも強盗何回も入られてるっていうのに、無理無理無理。いないことが分かったらもっと入ってくるでしょ。そんなこと絶対にできませんね。金八さんすっごい人数でやってましたね。他の店はね結構少ない人数だったんだけど、金八さんすごい人数でガーッと作ってましたね。並んでる列がやっぱ金八さん多い。日本食っていう日本食がここともう一軒あったって言ってたんですけど、見つけらんなかったんですよ。これちょっと親父と喋ってる時かな。あ、これ音出てる。音出ちゃったらダメだよね。よくないよね。こうお祭りってどうやって撮っていいのかわかんないですね。全体にもうカバーをつける唯一酒の飲めるイベント。お姉さん、お酒飲めないの？他のイベント。これお酒飲めるの？あ、知らなかったよ。うねさんのが知ってるよ。そうなの？あ、そうなんだ。お酒飲めるイベントなんだこれ。この間やってたフレームツリーとかはお酒飲めないのって私が聞いてるんだけど、どうなのかって思うよね、うねさん。すいません。知らないや。あ、これだけなんだ。ミリタリーの人がいっぱいいたっていう感じですよね。ほんとツーリストはいないんかっていう感じでしたね。この間のご夫婦の家族旅行の方もここは行かなかったって、音だけ聞きましたって言ってたから、あんまり来てる人、行こうって思う人がいないのかもしれないですね。なんかね、ご夫婦の方もいろいろお話ししてたし、あと他の若い子たち、若い男の子のグループにちょっと聞いたら、なんかお金変えなきゃならないんでしょ、めんどくさいって言って行かないって言っていた人たちもいましたね。めんどくさいのはめんどくさいと思うんだけど、ここに来るぐらいね楽しんでみてもよかったんじゃないかななんて思うんだけど、雰囲気をなんか、皆さんナイトマーケットはお酒ダメよ。知らなかった。これ夜の雰囲気ですね。金八さん目立つわ。こう夜見ると余計に。本当にね、ローカルの人だらけで、来る人見当たらなかった。本当に。ローカルの人たちもやっぱりこう見てると本当にトークンをギリでしか買えないから、この間深夜さんも言ってたけど、景気がいい時はね100ドルとかバンって買えるんだと思うんだけど、よくないからね。みんなギリでトークンを買えるから、お金が足りないとまた並びに行かなきゃなんないっていうのがネックで、余計にお金使わないよね。使ってもらいたかったらトークンは絶対ダメだと思うんだけど、どう思います本当に。
いちいち並んでたんでね、トークンで並んで、お店で並んで、並ばなくて済むとこもいっぱい、あれトイレね、ここ集合してましたね、トイレ。食べるところっていうか、食べるスペースがいっぱいあるんですよ。食べたり、そう立って飲んだりするスペースだけど、この食べたりするスペースのとこに、ここで買ったものじゃなくて家から持ってきたものを開けて食べてる人とかいっぱいいましたね。タッパに入れて持ってきた感じ、レッドライスとかを持ってきて、でちょこっとバーベキューとか買ってたのかな。皆さん、ナイタマーケットは小さい紙袋に入れてもらって飲んでた。紙袋、トークンあるある、トークンの映像ある、ちょっとあるんだけど、ちょっと待ってね、どうやんだっけ。写真はこれで、画像ってままでいいかな、これじゃ映んないじゃんね。あれなんか違うの映ってる今。あれ今違うの映っちゃってる。サイパンダトークンじゃなかったですね。これと、あともう一個の方、これ映ってんのかな。これとこのトークンと、あともう一個はプラスチックのペラペラのトークンでしたね。その映像が今ちょっとない。今探しに、そこに黄色1ドル、青が2ドルでしたっけ。そう皆さんよく知ってるね。青が2ドルで、違う、青が5ドルだった。で緑が2ドルだったかな。それでその他にペラッペラのプラスチックのトークンも使われてて、そこに、ちょっとちっちゃく1ドルとか書いてあるんだけど、見分けがあんまりつきにくい。そのトークンの写真も撮っといたんだけど、あとビデオには、前の昨日の謎のビデオには入れてあったんだけど、消えちゃったのかな。今の手、私の手じゃないですね。今の手は私の手じゃないですね。違う人の手ですね。違う方の手で、これですね、撮りました。よいしょ。また戻っちゃうのこれ、初めに。ごめんなさい。終わってからトークン見せればよかった。ごめんなさい。一番初めに戻りました。またすいません。こんな雰囲気でね、このね、トークン夕方はまだ全然ガラガラだったんですけど、やっぱ細かく交換しに行くから結構行列になっちゃったりするんですよ。夜になったら結構行列になってましたね。トークン交換所の中に4、5人いるのに1つぐらいしか列がこう動いてなかったりしてた、窓口が動いてなかったりしてたから、めちゃくちゃ混んでた。ほんとね、無意味だと思うわこれ。トークンはやめてほしいね。政府が本気でこういうところで儲けようとするならね、
もうトークンじゃないよね。うねさん、パンダ抹消されたんだねって。パンダコインがあったんだよね、前はね。どんなあれだったか忘れちゃったけど、真ん中にサイパンダが書いてあったような気がする。ちょこんって、お客さんが持ってたの見たことある。向こうね、サイパンダ言ってもよくわかんないからね、ローカルの人もよくわかんないだろうし、もちろん今韓国人の方が絶対に多いから、旅行者だからデューティーフリーからまず日本語が消えてたもんね、最近のデューティーフリーは。もう中国語と英語になってた。日本語の表記が全く、化粧品とかの説明に全く載ってなかったから、商品を一つ一つお店取っていったんだけど、なくなっちゃった、そのビデオが。ローカルはね、グループがバサッバサッってくると、私なんかじゃもう映像撮れなくなってくる。夜なんか特に56人で一緒に歩いてるグループとかが夜は多くなるから、まず怖いってなっちゃうしここの時はミリタリーの人もいっぱいいたけど、ミリタリーの警察官かっこいいね。あの人たちは、その人たちがいましたね。昔ガラパンで軍隊の人たちが暴れた時があったんですよ。その時に女性の警察官、ミリタリーのね、軍事の方の警察官の人たちが、フェデラルの警察官なんだけど、めちゃくちゃかっこいい。金平が勝手にパンダ使うなと怒ったらしい。金平、本当？そうなの？深夜さん、本当にそうなのかな。パンダって店ありますけどね。パンダっていうお店はワッフル屋さんかな、あとお土産屋さんみたいなところ。お姉さん、レストランメニューもハングルだらけ。あ、そうなんだ。そうなんだ、やっぱり。もうだから韓国の人メインになってて、深夜さん、筋肉フェチ？誰が？私は筋肉フェチじゃないですよ、全然。全く。なんでなんでそんなとこばっか撮ってたそんなことないと思うけど。元に戻っちゃったからね、触んないようにしとこう。金平がパンダ使うなと怒ったのね。サイパンダ分かる人いないからね、本当に。今の状態でツーリストが何それって韓国人からしたらなるし、中国の人からしてもそうなるでしょう。意味が分かんないよってことになるから、必要性ないかなって。まだね、夕方は本当にローカルの人も少なかったんですけど、
この辺の人はみんな軍事の人でしたね。ジョーク、あ、ジョークジョークまたジョークか、これをね、深夜さんとかみんなやるからね、分かんなくなるんですよ。夜になると増えましたね、ローカルがね。スペースが小さいから余計に多く見えましたね。これ欲しいなんてこう買ってる子供とかがこれ欲しいなんてやってるところで、親がトークンがないからダメとかって言ってお金で現金でやっぱ払おうとしてるところとかもありましたよね。でもポリシーがそれはやっちゃダメってなってるから、そうすると買い物の機会を失う、ね、売り上げを失っちゃう。絶対キャッシュの方がいいと思うんですね、私は。このね、なんで政府はね、こうお金を儲けたいのにこういうところを、まあ、出店費用が入るからそういうので考えてるのかわかんないけど、絶対今の時代はトークンじゃないと思います。大人が話し合ってなんでトークンにするのかわかんないです。もっとね、キャッシュだったらもっと売り上げがお店的にも伸びてたと思うし、もっと衝動買いも増えるし、トークンじゃ今の時代はトークンじゃ衝動買いが全く増えないですね。本当何を考えてるのかわかんないです。税金取りたいのに手っ取り早い方法のトークンから取るかって感じで、どっちって感じ。意味がわからない、今の政府のやろうとしていることが。グアムってなんであんなに大きくなったんだろうなって調べると、やっぱゾーニングとかゆるゆるなわけじゃないけど、ゆるくしながらそういうね、検査っていうの、ライセンスの取り方をちょっと緩くしてバーッと大きくなったっていう感じが多いみたいなんですよね。カジノがなくてもあんだけ成功した。ちゃんとね、グアムは住民投票をやるからね。サイパンは住民投票やんないでパパッと決めちゃう。マリファナの件でも住民投票なんかなくて知事の一声で決めたんだから、こういうのもね、トークンなんかやめとかね、トークン利権の闇だから、ステーブルコインと一緒ですよね、深夜さんね。皆さん、現金だとごまかされるからじゃない、違うと思うよ。トークンだとね、いっぺんに30ドル交換して税金なら何パーちょっとしか入ってこないものを、トークンなら20ドル交換したうちに12ドル使ってあとの8ドルは使わなかったとか言って持って帰ったりする人目当てなんだと思うんだけど、ローカルトークン売り上げいかさまできないけどでも売り上げかなり減ると思う。深夜さんアンタッチャブルだからくれないでドントークンドントトークンね、本当だよね。もうね、意味がわかんないですね。やっぱサイパン政府ちょっとね、今でかといってだから政府はこう節約
をするわけじゃなくて、エアコンガンガン何でもガンガンやってるわけでしょ。人を雇ったりもバンバン増えてるみたいだし、意味がわかんない。もう民間はめちゃくちゃみんな削って削って、ホテル税だっていつだっけ、2013年か14年ぐらいに10%から15%に上げたりしょ。昔なかったんだからね。グアムはずっと11%か、11%でずっと落ち着いてるのに、サイパンはね、どんどんそういう関係が増えちゃう。政府はもう自分たちでお金を生み出すことを考えてないよね。自分たちでなんか生んでいくことは考えず、手数料とかね、こういうのでお金を儲けようとしてるのがもうありありなんだけど、今の政府はないけど、前の政府まではもうめちゃくちゃね、賄賂だの、暗いことしか聞かなかったから、前の時ズブズブな状態だったからね。政府からすると観光客来ないからお金が足りないって言ってるけど、ずっとね、それをしたのは誰なんだって感じです。それは政府でしょってことになるんだけどね。やってる政策がとんちんかんだもんね。なんか観光と軍事両方日本柱で成功したのはグアムでしょ。こんだけ差がつくんだから、今グアムも景気良くなくなってきてはいるよっていうことは新聞とかに書いてあったりするけど、それでもね、サイパンのじゃないからね。サイパンの政府がやってることって、今直接やってることってゴミ問題とかそういうのが多いんだよね。ゴミは道路をきれいにするより違うんじゃないのって思うんだけどね、本当に。なんかね、ちょっとやってることがとんちんかんだと思われるんだけどね。結構そういう声をね、よく聞きますよね。米軍ともがっちり密になっていかないと、これどうなのかなって思うんですよ。米軍のこともあんまり受け入れたくないみたいな感じでやってるような感じも見えるし、そうすると一時期米軍から、アメリカからも離脱しようみたいな動きがサイパンにあって、でもやっぱ無理だからっていうんでくっついたみたいな感じがあって、で最近軍事の方にもどんどん来てくださいみたいな感じになってきてるんだけど、ちょっと嫌っていう感じっていうのも見受けられるんで、それってもしアメリカがなんだよお前んとこそんなステーブルコインとかやり始めんだったら知らないよってもしプンってしたとしたら、中国に乗り換えようとでも思ってんのかなとかいろいろ考えちゃいますよね。中国は喜んでね、どこの国でもお金出すし、そんなことをもし思ってたとしたら
怖いなって。うねさんまたサトウキビからスタートしようってね。もうサトウキビなんかないもんね。あんのかな、どっかには。深夜さん、政府は小金持ちのエイリアンをいつでも歓迎します。まあね、だけど結局小金持ちのエイリアンは来て何かやって、もしローカルの人がこれ車今出てるでしょ、タイヤフラットにされちゃったって怒ってましたよね。警備員ついてるのに、ポリスもうろうろしてるのに。なんだっけ、小金持ちのエイリアンが来て、でももうほんと機能してないわけだから、泥棒が入ったって何したってほっぽっとくわけだから、そういう状態のところに外国人がお金出しますかって思うんですよね。正当な人はね。ちゃんと政府が最後までやっぱり見守ってくれたりしなければ、投資家はやっぱりお金出したくないでしょ。グアムはその点やっぱりアメリカ準州っていうこともあって、やっぱフェデラルの力が大きいから、フェデラルの監査がね結構入るから、そのおかげでまああんだけ大きくもなってるんだと思うんだけど、タイパンはねやっぱ利権問題、何でも利権。今回のこのトークンを見てたって、トークンね、この間テニアンでカジノやりたいっていうんで、まだまだテニアンの議員さんたちはスティーブルコイン、政府公認のスティーブルコインを出したいって言ってるわけで、それは法律には反するわけだから、アメリカのそんなことやっちゃったらもうね、制裁を受けちゃう可能性もなきにしもあらずだから。でそれこそその小金持ちのエイリアンを待ってるんじゃないかって思っちゃうよね。そういうあのカジノがだっていくらだっけ、あのインターネットオンラインカジノが$20,000ぐらいだったよね。申請料かなんかライセンス料書いてあったのが。ちょっとしたお金持ちなら、小金持ちならちょっとやりたいって思っちゃうかもしれないもんね。オンラインカジノ$20,000でライセンス取れるんなら。それでやっぱりやめましたってちょっとなって、その申請料だけがガボガボと入る、そんなシステムはダメでしょ。よろしくないでしょ。前もビザを取るのに昔のパミットを取るのに、政府だかなんだかに何万ドルだか預けるだか、銀行にこれだけ入れとかなきゃいけないとか、なんかそういうのとかもあったし、それこそリタイアメントビザ。深夜さん、今さらサイパンに投資しようとする人は情弱。日本人はねそう思うかもしれないけど、いやそれでも今がチャンスと思う人もいるかもしれないし、ちょっとそれは言い過ぎ。それおかしいか。それはおかしい。でもそういうふうに思う人もいなくはない。昨日の最後のエンディングの方に新しいお店なわけじゃないんだけど、新規参入じゃないんだけど、もともとローカルの人がとある場所を開店させようと今直しを始めたんですけど、ああいう人はまあリスク管理の一つでもあるんだけど、自分のビルだからそこに移った方が今他にお金を払ってるから、
他のとこで家賃が出ちゃってるから自分のビルを改装してそこで同じそのビジネスをやるって言ってたんですけど、で投資家が来るのを待ってるって言ってましたけどね。ピンチがちゃん、ダメダメダメピンチがチャンスそう、そういう言葉もあるけどね。でもとにかく警察とかがしっかりしないと今はね、なんとも言えないな。私の経験上はね、全然だって守ってもらえないんだもん。なんでも本当どんだけ強盗入られたかなんて、泥棒とか一回も犯人捕まってないんだよ、本当に意味がわかんない。で商品今回見つかったって言って返してもくれないからね。見つかったって言われてもう1年以上経ってるんだけど、意味わからないもん、何をやってんのか。この人たちが証拠も十分あるはずなのに、うねさん、ひかりさんに投資、いや動けると思った時は動きたいと思うけど無理。今はね、これはね、もうちょっと本当にね、ポリスとかがちゃんとしなければ、何かをやってもまた強盗とかでなくなっちゃっても何にもしてもらえなかったら、だってアホみたいな投資ないでしょ、そんな。これもうちょっとだってエコノミーが良くなんなきゃダメねえさ、ダメあ、言ったっけ私今日ダメってちょっと待ってね、お水飲みます。ごめんなさい。この状態でね、何かに裁判に誰かにでも何でも自分でも投資するって言ったらまだ置かなくてしょうがないでしょ。もうちょっと何かいいニュースが出ないと無理だと思うんだけどね。だってさ、ポリスを雇わないでポリスを育てるとかならわかるけど、そういうとこじゃなくて、なんか意味わかんないとこで募集してたり、政府のね中でアンダーオブガバメントでもっとポリス増やせっていう感じだよね。まだ進められないよね、私的の心情としては。ちょっと考えてって。でもそれでもほら、そのピンチがチャンスと思う人はやっていけばいいと思うし、みんな今だってどうここを乗り切るかって考えてる方の人の方が多いと思うし、ちょっと前にだから去年とかコロナが終わった時点でピンチがチャンスと思って開けた人が結構いるわけでしょ。この人たちも引くに引けないでいるんだと思うんだよね。もともとやってる人たちはまだ耐え忍ぶパワーがあるけど、コロナの後に開けた人たちは帰って閉めちゃって帰っちゃってる人もかなりいるし、厳しいと思うよ。もうちょっとっていう感じで待ってる人もいるみたいだけどね。でもどうなのって感じ。私的にはね、ちょっと
まだもうちょっと待たないと見えてこないなって思うんですけどね。どうなの？どうよ。現地がチャンスって言ってダーンってまた怒っちゃったんじゃどうにもなんないしね。中国の人なんかも投資したいけど投資しにくい状態でいるよね。結局香港の飛行機もう終わっちゃったし、4月いっぱいだったみたいね。前から終わりなんだっていうのを聞いてたんだけど、5月いっぱいなのかと思ってたんだけど、もう終わっちゃったって今日の新聞に書いてあったから、終わっちゃったんだなと思って。だから中国の人も無理でしょ、新たに投資っていう人は考えにくい。韓国の飛行機も減ったんだよね、随分ね。何が飛んでんのっていう状態にいるから、お姉さんチャモロがサイパンから出ちゃうくらいだからね。そうだよね、出る人結構昔はね、出る人の方が少なかったのにね、今出る人多いもんね。結構いるもんね。そうそう、ほんとそういうのもうさ、グアムとやっぱサイパンは観光客への誘致もう来て来てっていうあれも本気度が違うからね。まだグアムは香港、違う、香港かな、台湾とか、台湾もあるんでね、韓国もある、日本もあるでしょ。直行便全部持ってるもんね。まだいくら悪いって言ったってやっぱ政府の透明性っていうのがそういうところに出てくるんだと思うんだよね。深夜さん、ロングタイムノーシーで、ロングタイムノーシー的な知り合いと会いました？あったな、この間。深夜さん多分知ってると思うけど、すっごい久しぶりにクラウンホテルで会いましたね。やっちゃんっていう人ね、会いましたね。うわー、久しぶり。いたのって言われましたね。いました。とりあえずまだいましたっていう。親父もそうだし、親父もいたのって聞かれましたね。お前いるのって言われましたね。まだいますって言って、なんとかいます。動けないからいるだけって感じですけどね。甲羅が重くて。最近の人の方が知らないから。お姉さん、仲の良かったチャモロ、今はロサンゼルスに行っちゃったの？そうなんだ。そんな、でもそんなに、そんな、まあそっか、どうせ出るなら都会に出るよね。どうせサイパンから出るんであれば都会に出るか。そっか、田舎に行かないか。だよね。今はだからサイパンは利権絡みのところしかじゃないけど、ところがブイブイ言ってるって感じのところが多いしね。ほんとエイリアンの企業誘致、サイパンはしたくても積極的にやったとしても、なんか結局
は曖昧なところを残しながらやることの方が多いから、やっぱりね。親父さんはリニューアルオープンされる？いやー、まだじゃないのと思うけど、親父は、いや、そういう話はしなかったけど、どうだろう、まだじゃないのかなって思うけど、今じゃないんじゃないかなって思ってるんじゃないかななんて思うけど、あの人も頭いいからね。うん。この辺の人たちは、結構、頭よく回転が速い人たちだから、どうなのかな。いや、だから切り替える時にはバンと切り替えてすぐできるような状態ではあるんじゃないかなとは思うけど、資産があるからね。資産が強いと思いますけど、提灯はね、提灯見るといつでもオープンみたいな感じに見えるんだけど、いつでもオープンしてますよみたいな感じに見えるんだけどね、今はやってないですね。そうなのかな。今タイパンをだからちょっと知ったぐらいの人だから、この間の中国人の人だってテニアンにホテル買いました、何億だって、何億だっけ、投資でグリーンカードを取れるぐらいの金額だったから、85万ドル以上でしょ。それをインターネットでクリックって言って買っちゃったわけで、それがただのアパートだったっていう、こういう詐欺に遭っちゃって、それでもなんか裁判所では認められなかったみたいだったから、どうにもなんないよね。85万ドルだよ。なんでそんなとこにお金捨てるぐらいならこっちにちょうだいよって感じだったよね、あの話を聞いた限りではね。インターネットでクリックできるところにいるような人たち、あの人も中国人だったけど、中国人の大富豪、ヘブンアイランドに住んでるような人だったからね。ヘブン、なんだっけ、ヘブンタックス、そういう島からちょっとクリックしちゃったみたいだけどね。え、そんな大金をこういう風に動かす人たちも世の中にはいるんだなぁなんて思いましたけど、ちょっとびっくりだったけどね。世の中にはいるんですよね。だからグアムはやっぱりローカル政治がずっと安定してきてるんですよね。フェデラルの目ももちろん遵守だから厳しいところもあるし、それにファローできた人たちが、成功してるっていう感じで、今ね、ここでどういくかなんですけどね、サイパンが実際フェデラルにも行かない。それでいて観光客もどうでもいいや状態に、観光もどうでもいいかっていう状態に陥ったらね、え、残るはそっちっていう、そっちに手出すって感じになるんですけど、どうなのかな。どうなると思います？あ、違う違う違う、これじゃないね。何をしようとしたの、これだ。
ちの映像に切り替えましょう。アイラブサイパンだって辛いと思いますよ、こんだけでっかいので。こういう系の方が今は辛いんじゃないかな。ダイスショー消しちゃったんですよ、昨日の行かない動画、行かないパソコンに入っていかない動画、あれには入ってたんですけど、お子ちゃまのダンスショーでも音楽はなかった。行かないんですよね、パソコンに入っていかないの。なんでかわかんないんですけど、謎ファイルですよ。で新しく作ったんですけど、あるやつだけで今日雰囲気を分かってもらおうと思って、テイストオブマリアナの雰囲気を分かってもらおうと思って削除してないファイルだけでバーって作ったんですけど、ごめんなさい。ダンスショーね、消しちゃったんです。もうすでに削除してしまいました。遠い映像しかなかったですね。近場で撮ったやつが、ごめんなさい、捨ててしまった状態でした。もうファイルできたからいいやと思って捨てちゃったんですよね。もうちょっと失敗でした。すいません。なるさん大丈夫、ありがとうございます。深夜さんごめんね、本当に忘れたんじゃなくて、本当入んなくて、あそこになんかあそこに何回やっても入んなくて。お姉さん大丈夫、ありがとうございます。すいません、ダンスショーないですね。まあテイストオブマリアナの雰囲気だけこんな感じっていうのを見てもらって、あんだけ人がいるのにほんとね、何人もいましたよ。トークンで買うのめんどくさいっていうの、キャッシュでいいって、あれの方がさっきうねさんが言ってた、なんだっけ、なんて言ってたんだっけ、さっきごまかしをないようにって言ってたけど、これの方がキャッシュでパッと払っちゃったらもう全く分かんないから、トークンどころの話じゃなくなっちゃう。深夜さんノープログラムありがとうございます。すいませんね、してしまいました。本当にね、ファイルがね、なんでかわかんないけどね、パソコンにこのファイルだけ入っていかないんですよ。で昨日の作ったやつはパッと入ったのに、謎ファイルです。で今日作ったやつはすぐ入ったんですけどね、ちょっと意味がわかんないんですよ。でファイルの設定も変えてないし、何にも変えてないのに、ファイルだけ、昨日作ったその動画のファイルだけパソコンに行ってくんないんですよ、何回やっても。で YouTube の方に直接落とそうと思って、なんだっけな、非公開で1回ダウンロードしようとしたんですけど、これもいかなくて、何が問題なのか全く分かんないんですよね。公開で1回ダウンロードして、それをもう1回逆ダウンロードしてライブに出そうかなと思ったら、それもいかなくて、もういいやと思って新しいのを今日残ったファイルで作りましたね。すいません、ダンスショー
ね、撮ったのに、あ、またいいね、2回押しときました。そうそう、お姉さん2回はやめて1回にして、じゃなきゃ3回にお願いします。偶数ダメだから、偶数。偶数じゃダメです。偶数はダメなんで、ぜひ2で押してくださいね。あ、これはいつの、あ、これは昨日の、えこれ真ん中閉まっちゃってるやつだから、最近のか。前の動画かと思った。あれこれいつの動画？ちょっと待ってね。あ、最近。これ最近だけどそんな最近じゃない動画だね。あれ、真ん中入ってないね。今ので見ると真っ黒だったんだけど、もう一回見直しとこう。真ん中のお店入ってないですね。これこの間トヨタを通った時だったから、1週間とか10日ぐらい前の動画ですね、これ。あの真ん中のお店今やってなかったですよね。あれで入ってないように見えたんだけど、どうかな。もうこの動画を流した時に真ん中のお店が閉まってたのかな。後で確認しておきます。という感じで、ちょっとお腹空いちゃってパワーが出ないので、今日はこの辺でライブ配信を終わらせていただきたいかなと思います。今夜もありがとうございました。うねさん、しんやさん、なるさん、ナバルさん。ナバルさんの名前間違えてたんです。すいません。申し訳ない。そういう感じで、またシエナ欲しいな。シエナなんだそれ。車のシエナなんかを取ってこい。なんだそれ。皆さん。シエナってなんだろう。シエナは何ですか？シエナは何だろうな。わからない。またコメント打てないとかないですよね。コメント弾かれるとかないですよね。あったら言ってくださいねって言われても、まあ何にもできないかもしれないけど。あ、シエナなるさ、中国人打てますね。うねさん、車。せいやさん、ありがとうございます。おやすみなさい。という感じで今日は、終わりにしたいと思います。また明日、明日はガラパンのね、ここに動画復活っていうか、そういう動画を上げたいと思ってます。では今日はありがとうございました。なんだっけ、もしよかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。って感じでいいんだよね。まだ慣れない。ということで、また明日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。あ、日本で乗ってたんだ、シエナを。シエナって日本の車
ですよね。トヨタだよね。トヨタの7人乗りの車ですよね。またね。ありがとうございます、うねさん。またです。おやすみなさい。ありがとうございました。ではでは。